今夜もまた誰かの記憶が語り始める。寝る前怪談。あれは俺がまだ大学生だった頃、今から5年ほど前の夏休みの出来事です。とにかく金がなかったので、夏の間だけ住み込みで働けるバイトを探していました。都会の喧騒にも少し疲れていた時期で、どうせなら自然豊かな場所がいいななんて軽い気持ちで求人サイトを眺めて、偶然見つけたのがそのバイトでした。海辺の町にある小さな旅館での住み込みバイト。時給も破格で、まさに渡りに船。俺はすぐに応募し、同じ大学の友人である翔太と健太を誘って3人でその旅館へ向かうことになったんです。電車を乗り継ぎバスに揺られ、半日かけてたどり着いたその旅館は想像以上に古びていました。寂れたという言葉があまりにもしっくりくる。潮の香りと建材が古びた独特の匂いが混じり合って、ロビーに足を踏み入れた瞬間から空気がひんやりと重く感じられたのを覚えています。よく来てくれたね。奥から現れたのは人の良さそうな、しかしどこか影のある表情を浮かべたおかみさんでした。俺たちの寝泊まりする部屋は客室ではなく、従業員用の休憩室を兼ねた1階の一番奥の和室でした。6畳一間の押し入れが一つあるだけの簡素な部屋。荷物を解く俺たちにおかみさんはお茶を出しながら穏やかな口調で、しかし妙に真剣な目でこう言ったんです。君たちに一つだけ守ってほしいことがあるんだ。何でしょうか。俺が尋ねると、おかみさんはスッと部屋の隅にある押し入れを指さしました。あそこの押し入れ、絶対に開けないでちょうだいね。古いお札が貼ってあるから剥がしたりしたらダメよ。絶対にね。その言葉には冗談めかした響きは一切ありませんでした。俺と健太は顔を見合わせ、ただはいわかりましたとうなずくことしかできませんでした。好奇心旺盛な翔太だけがへえと面白そうにその古びた押し入れの襖を見つめていました。襖には確かに黒ずんだシミのようなものがついた一枚の白い紙が貼られていました。それがおかみさんの言っていたお札なのでしょう。こうして俺たちの奇妙な夏バイトが始まりました。最初の夜のことです。慣れない肉体労働で疲れていた俺たちはすぐに布団に入りました。波の音が子守歌のように聞こえてくる。うとうとと眠りに落ちかけたその時でした。廊下のさらに奥の方から床板がきしむような音が聞こえたんです。木造の古い旅館ですから、最初は特に気にしませんでした。誰かがトイレにでも行ったんだろうと。ですがその音は断続的に、そして少しずつ俺たちの部屋の方へ近づいてくるような気がしました。床板のきしむ音に混じって何か畳を硬い爪のようなもので引きずるような嫌な音が耳につきました。なんだ、俺は金縛りにあったように身動きが取れなくなっていました。隣で寝ている翔太と健太は静かな寝息を立てています。音は俺たちの部屋の前でピタリと止まりました。心臓がドクドクと大きく脈打ちます。息を殺して襖の向こうの気配に全神経を集中させる。どのくらいの時間が経ったでしょう。不意に物音が止み、辺りはまた静寂に包まれました。俺はあれはただの物音だ、疲れているせいで神経質になっているだけだと自分に言い聞かせ、無理やり目を閉じました。翌日その出来事を2人に話そうか迷いましたが、
怖がらせるだけだと思い、俺は黙っていました。その日は客室の掃除や布団の準備など昨日と同じように仕事をこなしました。昼休み、三人で休憩していると翔太が不意に口を開きました。そういえばさ、なんでこの旅館2階使ってないんだろうな。言われてみれば俺たちが掃除しているのは1階の客室だけで、2階へ続く階段には古びたロープが張られ、立ち入り禁止の札が下がっています。さあな、老朽化が激しいとかじゃないか。健太が答えます。だよな。でもさ、なんかこういう古い旅館って曰く付きの部屋とかありそうじゃん。使われてない2階とかいかにもって感じだよな。翔太がいたずらっぽく笑います。その時俺は昨夜の不審な音を思い出し、背筋に冷たいものが走るのを感じていました。そしてその日の午後、事件が起こります。俺たちが寝泊まりしている部屋を掃除していた時のことでした。押し入れの前にいた翔太が突然と動きを止め、押し入れの襖に耳を近づけたんです。おい翔太、どうしたんだよ。いや、翔太は真剣な顔で俺たちを手招きしました。お前らも聞いてみろよ。なんかこの中から聞こえないか。やめろよ、気持ち悪い。と健太は顔をしかめます。俺もおかみさんの言葉が頭をよぎり、近寄りたくありませんでした。しかし翔太は構わず、さらに耳を澄ませています。なんかガサゴソっていうか小さい声みたいな、その瞬間でした。背後からすっと冷たい空気が流れたかと思うと、おかみさんが立っていたんです。いつからそこにいたのか全く気配がありませんでした。あなたたちそこで何をしているんだい。おかみさんの声は普段の穏やかなものとは違い、低く冷たい響きを帯びていました。俺たちはいたずらが見つかった子供のようにビクッと体を震わせます。あ、いえ、慌てて取り繕う翔太。おかみさんは俺たちのことなど目に入っていないかのように、ただじっと翔太が耳を当てていた押し入れを見つめていました。その表情は能面のように一切の感情が読み取れません。やがてゆっくりと俺たちに視線を戻すと、一言だけこうつぶやきました。仕事に戻りなさい。その日の夕食、そして翌朝の朝食、おかみさんは俺たちと一切目を合わせようとしませんでした。ただ一度だけ朝食の配膳をしている時、俺の顔をじっと見て何かを言いかけ、しかしすぐに口をつぐんで足早に厨房へ戻っていきました。あの目は何かを訴えているような、あるいは何かを諦めているような、そんな不思議な目でした。その夜事態はさらに悪い方向へと転がっていきます。なあ、やっぱり開けてみようぜ、あの押し入れ。消灯後、布団の中で翔太が言い出しました。赤いえ、おかみさんにあれだけ言われただろう。俺は低い声で翔太を制します。だって気になるじゃねえか。絶対何かあるって。あの押し入れは、だからってダメなもんはダメだろ。大丈夫だって。ちょっと見るだけだから、健太もやめとけよ翔太。絶対やばいって、と震える声で言います。その夜は俺と健太が必死で止めたことで翔太もしぶしぶ引き下がりました。しかし翔太の目の中に宿る強い好奇心の光は消えていませんでした。そしてその日の深夜、俺は尿意を催してふと目を覚ましました。トイレは廊下の先にあります。そっと布団を抜け出し襖を開けようとした。その時俺は自分の目を疑いました。部屋の隅、例の押し入れの前に誰かがぼーっと立ち尽くしているんです。月明かりが障子越しに差し込み、そのシルエットを浮かび上がらせています。
それは、昼間に開けようと言い出した。翔太の後ろ姿のようでした。翔太？声をかけようとしました。しかし喉が張り付いたように、声が出ません。翔太は、まるで何かに取り憑かれたかのように、ただじっと、押し入れの襖を見つめています。その異様な光景に、俺は体を動かすことすらできませんでした。どのくらいの時間、そうしていたでしょう。俺が、もう一度勇気を振り絞って声をかけようとしたその瞬間、翔太の姿が、まるで闇に溶けるように、忽然と消えてしまったんです。翌朝、俺が目を覚ますと、翔太の布団はもぬけの殻でした。あいつ、先に起きて散歩でもしてんのかな。健太とそんな話をしながら、俺たちは仕事の準備を始めました。しかし、朝食の時間になっても、翔太は現れませんでした。おかみさんに聞いても、さあ、見ていないねと、相変わらず感情の読めない顔で言うだけです。俺と健太の中に、言いようのない不安が広がっていきました。まさか、昨夜のあれは夢じゃなかったのか。仕事も手につかないまま、時間だけが過ぎていく。夕方になっても翔太は戻ってきませんでした。俺と健太は、もう限界でした。帰ろう健太。もうこんなとこにいられるか。俺たちは、荷物をまとめ始めました。その時です。健太が、ああ、と小さな声を上げました。畳の上に、ポツンと、一台のスマートフォンが落ちています。翔太の、スマホでした。あいつ、スマホも持たずにどこへ行ったんだ。俺がそれを拾い上げると、画面がふっと明るくなりました。ロックはかかっていません。そして画面には一つの動画ファイルが、まるで再生してくれと言わんばかりに表示されていました。撮影時間は、昨夜の深夜2時。俺はごくりと唾を飲み込み、健太と顔を見合わせました。そして、恐る恐る、再生ボタンをタップしたんです。画面は、真っ暗でした。ガサゴソ、ガサゴソ、という衣すれの音と、翔太のものと思われる、荒い息遣いだけが聞こえてきます。やっぱ気になるんだよな。翔太の、ひそやかなつぶやき。どうやら、俺たちが寝静まった後、一人でこっそり撮影を始めたようでした。開けるぞ。重くきしむような音を立てて、押し入れの襖が開く音が、やけにリアルに響きます。スマホのライトがたけられ、暗闇が切り裂かれました。画面には押し入れの内部が映し出されます。古い布団が数枚積まれているだけで、他には何もありません。なんだ、何もねえじゃんか。翔太の少しがっかりしたような声。俺も健太も少しだけ安堵の息を漏らしました。やっぱりただの古い押し入れだったんだと、そう思った次の瞬間でした。翔太がライトを押し入れのさらに奥、天井の方へと向けた。その時、画面が一瞬激しくブレました。翔太の凍りついたような声。ライトの光が揺れ、押し入れの奥を舐めるようにさまよいます。そして、カメラがゆっくりと下を向いた時でした。俺は、息を飲みました。画面の一番下。本当に、ライトの光が当たるか当たらないかの、そのすぐ下から、と、真っ白い顔が現れたんです。それは、人間のものではありませんでした。肌には血の気が一切なく、まるで陶器のような白さ。そしてその顔には、不自然なほど大きな真っ黒な瞳が二つ、空洞のように開いていました。その顔が、ゆっくりとこちらを、カメラを見上げていたんです。翔太の
悲鳴にならない悲鳴。そこで映像は砂嵐のように激しく乱れ、物理と途切れました。俺と健太は声もなく、その場に立ち尽くしていました。腰が抜けて立てないんです。心臓が破裂しそうなほどに激しく鼓動していました。逃げなきゃ。早く、この部屋から、この旅館から出ないと。俺が震える足で何とか立ち上がろうとしたその時でした。背後で、俺たちの寝泊まりしていた部屋の、あの押し入れから、ゲッ、ゲッ、古びた木が、ゆっくりと、きしむ音が、聞こえたんです。振り向くことなんてできませんでした。しかし気合でわかるんです。あの襖が、今ゆっくりと、開かれていくのが。そして、おかみさんの声とも違う。もっと年老いた、乾いた、空洞から響いてくるような、冷たい声が、部屋の中に響き渡りました。だから、髪は剥がしちゃダメだって言ったのに。そこからの記憶は、あまり定かではありません。俺と健太が、どうやってあの旅館から逃げ出したのか。気づいたら、俺たちは始発のバスの中にいて、朝日が昇るのをただ呆然と眺めていました。結局翔太が見つかることはありませんでした。警察の捜索も行われましたが、翔太は神隠しにでもあったかのように、その旅館から忽然と姿を消してしまったんです。旅館の女将は警察の聴取に何も知らないとだけ答えたそうです。あれから5年、俺の人生はあの夏の日を境に少しだけ変わってしまいました。今も時々あるんです。夜中、ふと目が覚めると、俺の部屋のクローゼットの戸がほんの数センチだけ開いていることが、俺はその隙間の奥の暗闇を決して覗き込むことはありません。ただ布団を頭までかぶり、朝が来るのをひたすら待ち続けるだけです。あの押し入れの中にいた何かが今も俺のことを見ているような気がして。だから髪は剥がしちゃダメだって言ったのに。最後までご視聴いただきありがとうございます。少し怖い思いをさせてしまいましたでしょうか。もしよろしければ応援いただけると励みになります。それではおやすみなさい。どうか良い夢を